皆さんこんにちは。あるミニマリストの物欲です。今回の動画では私が6月の後半に購入して以来メインで履き続けているコム・デ・ギャルソン・オムドゥのテーパードパンツを初めて自宅で洗濯してみますので、その様子と実際の洗い上がりを記録しておきます。こういったスラックスタイプのパンツの洗濯について迷ったり悩んだりしている方の参考になれば大変嬉しいです。まず前提として、こういったスラックスの場合ドライクリーニングに出すというのが一般的な方法だと思われます。実際洗濯絵表示を確認してみても手洗いは不可となっていて、ドライクリーニングをするように表示されています。しかしドライクリーニングでは汗に代表されるような水溶性の汚れをきれいに落とすことはできません。パンツは直接肌に触れる部分も多く、夏に履くとなれば相当量の汗を吸い込んでいるため、洗濯をするのであれば水洗いをしたいと私は考えます。このパンツについては水洗い不可とはなっていますが、素材自体はポリエステル 55%、ウール 45% という水洗いすることによって何か問題が起きそうな素材でもないため、自己責任で水を使った手洗いをしてみます。なるべく長くきれいに履いていきたいパンツなので、洗濯機で回すようなことはせずに手洗いで優しく洗っていきます。使用する洗剤は自宅にあった MR です。手洗いの場合は水4リットルにつき 10ml の洗剤ということなので、これに従って洗剤を投入します。洗面台にこのように水を張って準備していたので、そこに洗剤を入れます。洗剤を入れたら軽く混ぜて泡立ち具合を確認します。少し泡立ちが弱そうなので洗剤を追加で投入します。これで準備 OK です。ここにパンツを入れていきます。あまり力を入れない方がいいということなので、優しくゆっくり沈めていきます。こすらずに優しく押し洗いをします。表面には特に汚れらしい汚れはなかったので、生地に染み込んでいるであろう汗を優しく洗い流すイメージで押し洗いします。やはりドライクリーニングではなく、このように水に浸して全体を洗い流す洗濯は気持ちのいいものです。袋布も表側に引っ張り出して、普段は外側に露出しない部分を洗い流します。こうして優しく押し洗いしているだけでも水の色が若干色づいてきていることがわかります。これは汚れの成分ももちろんあるとは思いますが、表地または袋布の色落ちなのではないかと推測します。一度も洗ったことがない生地をこのように水に浸してみるとデニムほどではありませんが、こうして若干の色落ちが出てくるということは珍しいことではありません。この製品の洗濯絵表示が水洗い不可になっているのは、水洗いすることによる風合いの変化を懸念しているのはもちろん、こういった若干の色落ちに対するリスクヘッジとして水洗い不可という表示にしているのかもしれません。次はすすいでいきます。泡立てた水の中で十分に押し洗いをした後は、泡をきれいに流し落とすためにすすぎを行います。すすぎは1回だけだと十分に泡が落ちきらないので、基本的には2回行います。ここからは1回目のすすぎです。余分な泡をしっかり落とします。その後もう一度パンツを水に浸せるように水をためます。やはりすすぎの1回目だとまだ泡がある程度残っています。パンツ本体にダメージを与えないように手で優しく押しながら水に浸していきます。パンツ全体が水に浸るようになったら軽く押したり回したりして全体を水で洗い流します。これで1回目のすすぎは終了です。1回目のすすぎが終了したら水を捨てます。水を捨てた後はもう一度すすぎをするために水をためます。すすぎも2回目となると泡の量がだいぶ減ってきます。今回の場合2回目のすすぎではご覧のようにほぼ泡は出てきませんでした。おそらく1回目のすすぎの時点でほぼきれいに泡を流せていたということなのだと思います。このように押し洗いをしても泡が出てこないことを確認できたらすすぎは終了です。水を捨てて軽く脱水をします。脱水には洗濯機を使用するので、パンツが傷んでしまわないように洗い終わったパンツを洗濯ネットに入れます。ぐちゃぐちゃにならないようにある程度形を整えて畳んでネットに入れます。
ネットに入れたパンツを洗濯機に入れます。洗いとすすぎはすでに済んでいるので、使う機能は脱水だけです。脱水の時間は最も短い1分間を選びます。実際に脱水するのは1分間ですが、前後含めてトータルで3分間ほど待ちます。約3分後、脱水が終了しました。1分の脱水とはいえ、これをすることによって余分な水分が取れてかなり干しやすくなります。この後は形を整えて干すという作業を残すのみです。干し方として気をつけたのは、風通しが良くなるようにこのように筒状にして裏返しにして干すということと、パンツに極力ダメージを与えないように陰干しをするということでした。私の場合は夜間の間に外に干すという方法を取りました。やはりドライクリーニングとは違って、このように洗剤を使って水洗いをするとかなりさっぱりした気分になって気持ちがいいものです。とはいえ、やはり気になるのは乾いた後の状態です。特にこのようなスラックスの場合、型崩れやシワが気になるところです。続いて乾いた後の状態を確認してみましょう。こちらが自然乾燥で乾いた後の状態のパンツです。予想していたよりずっと綺麗な仕上がりだと感じました。もともとシワがつきにくい素材であるということもありますが、それを差し引いてもなかなか良好な仕上がりだと思います。やはりパンツになるべくダメージを与えないように丁寧に優しく手洗いをしたことが良かったのでしょう。ちなみにこの状態は乾かしただけの状態で、アイロンやスチームはまだ一切かけていません。それでいてこのように特に目立つシワは入っていないので、手入れをする側としてはかなり楽なパンツと言えるでしょう。もう一点気になることとしては、洗った後の縮みですが、実際に計測してみたところ縮みは発生していませんでした。このパンツの素材はポリエステルとウールの混紡素材で、洗って縮むような素材ではないので、これについては予想通りの結果でした。素材が綿や麻になれば当然縮みも発生してくるはずです。今回は購入以来十数回履いてきたスラックスを初めて洗濯しました。結果としてはドライクリーニングでは得られないすっきりした洗い上がりになりました。洗い後の外観も懸念していたような型崩れやシワもなく、寸法の変化もありませんでした。この後はスチーマーを使用して全体的にスチームをかけてあげれば、また新品の時のような気持ちで履くことができそうです。今後については1ヶ月に1回程度を目安に今回のような手洗いをしていきたいと考えています。頻繁に洗ってしまうとそれだけパンツへのダメージも増えてしまうので、2本のパンツをローテーションで履いている私としては月に1回程度洗うのがちょうど良い頻度なのではないかと考えています。今回の動画がこういったきれいめのスラックスを自宅で洗うかどうか迷っている方の参考になれば大変嬉しいです。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。